んにちは、ADV160 おじさんです。今乗ってる ADV160 購入から1ヶ月、1000キロほど走りまして、先日初回点検も終えたところなんですが、結論、とてもいい買い物をしました。ほぼ同じ時期に買ったインスタ 360X3、今この動画を撮ってるカメラですけれども、これもまたいい買い物をしたなということだったので、それぞれどんなところが良かったのかというのをこの動画を通じて皆さんにお伝えできればと思います。今走っているのは東京ゲートブリッジですが、タイミングが合うと羽田に降りる飛行機に頭上を追い越されていく場面にも出会える個人的に大変気に入っている場所です。それではまずインスタ 360X3 買ってよかったポイントをご紹介していきたいと思います。今お見せしているのは車体に自撮り棒を取り付けてインスタ 360X3 で撮影している様子です。このアングル自体は普通のアクションカメラでも撮れますが、360度カメラなのでこのようにアングルの切り替えも自由自在にできます。アングルの切り替えは編集ソフトを使って行います。直感的な操作で編集できるので、撮った映像から良さげなアングルを探すのも楽しいです。後からいい感じのアングルを探すことができるもう一つのメリットは、後で映像で確認できるということで、走行中の脇見よそ見の危険を減らすことができる点にあり、例えばこんな飛行機と交差するような場面に出会っても、その様子を後で映像で見られると思っていることで、ライディングに集中しつつ、後になって見たかった場面を振り返ることができます。またアングルを編集で自在に設定できることで、こんな風にコーナリングに合わせてまるで車体をバンクさせているような画面を作ることも可能です。現在成田空港の敷地に沿って走ってますが、この辺りは無料で駐車ができて間近で飛行機を眺めることのできる公園が数多くあり、ツーリングスポットとしてもおすすめです。都内から1時間程度の場所なので距離もちょうどいい感じです。ちょうど正面から着陸機が来たので、インスタ 360X3 で機影を追いかけてみましょう。なかなかいい絵が撮れたと思います。続けて通常のアクションカメラのような形の仕様ですが、魚眼レンズなので16対9の横長動画だと画面端にやや歪みが生じます。縦長の9対16ではその辺は全く気にならないので、スマホ時代の縦長動画全盛を見越したモデルなのだろうと思います。それでも手ブレ補正が極めて優秀なので、バイクのハンドルにマウントするにはかなりいいモデルであることは間違いありません。そして ADV160 のいいところですが、大きく分けてこの4つです。まず第一にものすごく燃費がいい。納車からかれこれ3回ほど給油していますが、最初レギュラーガソリンを入れてた時はリッター38キロほどだったものの、2回目以降ハイオクにしたら約42キロほどになり、レギュラーからハイオクに変えておよそ 10% ほど燃費が向上しています。そして次に素晴らしいと思ったのが駐車場所に困らないサイズ感。 ADV160 の前は川崎 WZ250R に乗っており、自宅の軒先に止められないため離れた場所にコンテナを借りて、そこまでシグナス125に乗っていってたのですが、 ADV160 のサイズはシグナス125の全長全幅それぞれプラス5センチ程度なので、自宅の軒先にも置けるようになりました。これで2台持ちを解消して ADV161 台にまとめたことで、これだけの費用が浮きました。労働モチベーション維持のため購入総額の半分をローンにしましたが、これを払ってもまだまだ余裕です。そんなこんなで所有バイクをこの1台にまとめたわけですが、今のところ欲しい機能は全部満たしてくれています。特に高速道路での走行性能は想像以上でした。これについては実際に高速道路を走っている様子を見てもらえばわかるのですが、東関東道の制限120キロ区間をおよそ110キロで走っていても、車体のブレはほとんど気にならず、スロットル回路も7割強程度でした。
方の動画でも言われている通り、ノーマルでの最高速度は120キロ弱ですが、現状日本の公道で出してもいい最高速度まではしっかり出るので十分です。ここまで ATV160 とインスタ 360X3 の買ってよかったところをご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。これからも動画をコンスタントにアップできるよう頑張りますので、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。